はい、どうもこんにちは。さあ、本日もやってまいりました。マーブラックおっさん TV。うん、行こう。おっさん TV 行こまあ、おっさんだからな。う。うん。ということで、今回、こちらのワゴン R リミテッド。ちょっとね、最近出番が少なかったうちのリミテッドなんですけれども、今回はですね、リミテッドを早くします。何するかっていうと、前にほら、純正エアクリーナーのフィルターを取っ払っちゃって、音がすごいよとか、下級音がすごいよとか、バックタービン音がすごいよとか、加速が良くなるよとか、やったじゃないですか。それを今回、車外のエアクリーナー、これを付けたいと思います。はい。ということで、中古のユーズドのやつなんですけど、マーブラック買っちゃいました。やっちゃいました。買っちゃいました。どっちだよということでということで、商品はですね、こちらです。はい。ということで、これです。まあ、こんな感じでなんか作るらしいんだけど、なんかはわかんないですけど、私なぜか MH234 を買っちゃったんですよ。で、同時に、エアフィルターって交換するものじゃないですか。消耗品なんで、だいぶ使ってるんで、ぽいです。ぽいで、やっぱり疲労。このエアフィルターって、消耗品で買い替えなきゃいけないんだけど、HKS の通称で言われてる毒キノコって言われてるタイプなんか、フィルターだけなんですよ。なんだけど、こういうやつって、骨組みなんかも一緒にくっついてるフィルタータイプなんで、これ結構高いんですよ。なんか応用できねえかなと思って、しかもこれスペースがでかいんですよね、このエアクリーナーって。で、なんか応用できねえかなって思った時に、私が昔、若いヤングな頃にバイクを乗ってたんですよ。その時にあったエアクリーナー。これつけたらどうかなと思って買いました。このパイプと同じ系のエアクリーナーないかなと思って探しました。見つかりました。奥さん、見つかりましたよ。ということで、こちら。はい、こちらです。これなんですけど、これね、ヤフオクとかで1000円ぐらいなんですよ。これ合うかなと思ってつけてみたら、案の定、バチンと、なんとかついたんで、これでいこうと思います。同時に、このワゴン R のエンジンルームって、こんなでっけえエアクリーナーつけると、エンジンスペース結構問われちゃうんで、逆にこれなんかはコンパクトでいいかなと思ってあえて買いました。本日はこれをね、つけたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということで、互いのエアクリーナーをつけるんですけれども、まずはエンジンルーム開けましょう。小走りしたおっさん。何バカかっつった今。エンジンルーム開けます。もうこのワゴン R のエンジンルームも何十回開けたかね。何百回だな。こちらちょっとご覧ください。これがエアクリーナーなんですけど、ネジ外すのはここと、こことかなのかな。何箇所か外してってみて、要はこれがエアクリーナーボックスなんですよ。純正の。なので、こことこのパイピング、ただ正直レイアウト何も見てないんでどうやってつくかもわかんないけど、こんな感じなのかな。こんな感じでつけばいいなという感じなんで。この箱外すの？そうです、そうです。これがフィルターなんですよ。だからこれを外しの、これを差しの、これがエアクリーナー。外していいの？だからそれの代わりです。これで吸入効率が上がる。というので加速が良くなる。音が良くなる。もろもろ良くなると。やる気も上がると。やろう。はい。口ばっかじゃなくて手を動かせということなんですね。はい、わかりました。20ワード出てますよ。はい、ということでやりましょう。レッツゴー。純正のやつを外すんですけれども、まずこのワイヤーね、アクセルワイヤーの外しちゃいましょう。外したら、プラスドライバーで、ここを緩めます。外したら、もうこれ抜ける状態です。ベルトがね、こうやってスルスル動くような状態にして、はい、そしたら、この遠ミリのネジを、ボルトをね、ここの2箇所、こっちと、こっちを外します。エンジンルームはネジを落としやすいんで、これ気をつけてください。落としちゃうと結構拾うの大変なんで、分かったエミさん。分かった。やらないと。ここにだけそういうところね。何それ。取っとくからね。当てつけですか。物なくすの常習犯だから。当てつけだね。ネジなくなったってよく言うじゃん。ああ、ほっとけ。ちゃんと管理しとくよ。ほっとけばろう。はい、ということで外しました。あと、ここどっかくっついてる。
と土台、あ、来た。なんかね、引っこ抜いてください。こっちに引っこ抜くと抜けました、今。で、抜けたら、あとはここだよね。パイピングのところ。ちょっと引っ張れば大丈夫。10代、20代諸君だったらすぐ抜ける。はい。で、これがエアクリーナー取れました。で、これ見てみて。懐かしの。あれからどうなってんでしょう。ほら。マーブラックエアフィルター。溶けたんじゃないよ、これ。バリで取れちゃったんですよ。切れちゃったんですよ、振動とかで。でもやっぱ、ちゃんと機能しましたね。素晴らしい。あ、これ、懐かしのね、エアフィルターなんですけど、これ、よかったら視聴者さんいる人います？これ、100円のダイソーのストッキングかぶせれば、エアフィルター代わりになって、現にこれつけてて全くトラブルなくて、車外のエアクリーナーつけたくないっていう人なんかにだったら、このエアフィルター結構有効なんで、だけどバックタービン音とかタービンの下級音とか結構聞こえるんで、音的に楽しみたい方なんかにはもってこいの商品なんで、よかったらね、詳しくは概要欄の方からご応募いただければと思います。おすすめはね、黒のストッキングだよ。あ、そうだね。汚れもわかりやすいし、セクシーだしね。なんだそれ。でもこれ前のその動画の時ので視聴者さんにって言ったら、一人ね、応募してくれた人いたんですよ。沖縄県の金城さん。金城さん見てるかい？金城さんのやつはご応募いただいたんで、ここにね、端っこの方に、マーブラック刻印を入れさせていただきます。いらねえか。金城さん、勝手ながらマーブラックロゴを入れさせていただきます。よろしくお願いします。ちゃんと送るからね、待っててください。はい、ということで話は戻りまして、雑だな。はい、話は戻りまして、もう手こんなになっちゃったよ。今これでエアクリーナーが外れた状態です。はい。ここにくっついてたの？何がですか？フィルター。フィルター？あれ。あ、そうだよ。この穴が、これでエンジンオイルなんかが跳ね返ってきたやつなんかをここに戻すんですよ。で、戻してあげて、このエンジンルームなんかにもう一回入れちゃう。今なら綺麗って思うでしょ？だから、本日パーツクリーナーをご準備しました。手も汚れない。こんなだよね。ということで、ちょっとね、パーツクリーナーで綺麗にしたいと思います。その前に、ちょっとパイピングをね、外したいと思います。パイピング。スタッピードライバーじゃないとダメだ。パイピングね。パイピング。パイピング。パイプじゃん。パイプが連結してる。これを純正のやつを外してあげて、スポンとね、スポンと組むんです。ほら。これで取って、そしたら、これちょっとね、汚いんで、洗浄しましょう。レッツゴー。おっさんの小走り。まあ私は、まあザラッとなんで、歯ブラシとパーツクリーナー。これで下ろしちゃいます。ね、これだいぶ綺麗になる。ガチャガチャガチャ。ただ、ちょっとね、ヘッドの横からエンジンオイル漏れてきてるんで、ゆくゆくそこなんかも綺麗にしようと思ってます。長年のね、蓄積された汚れがね。中に入って大丈夫？あんま良くない。細かい人はパーツクリーナーなんだ。M さんみたいに細かい人はパーツクリーナーとかで、違う、マスキングとかで隠してからやるといいと思う。こうやって事前に綺麗に削くことによって、もしその後にね、エンジンオイルが漏れてるとか、そういうのがわかるんで、ある程度綺麗に削くといいでしょう。バッチリだね。ここら辺はね、普段、純正のエアクリーナーで隠れてたところだから、やっぱホコリが溜まりやすいんですよね。はい。こんな感じで綺麗になりました。そしたら、これをつけます。多分ね、これね、MH23 って同じエンジンなんで、多分このステーなんかも同じようにつけられてるんですよ。ほら。ね。予想は的中。だから、これそのまんまやっちゃえば、そのまんまつきます。だから他のメーカーさんとかから出てる MH23 用のエアクリーナーとかよくわからんけど、おそらくくっついちゃうんじゃないかなと思います。なので、私はそれを狙って、MH23 の安い車外のエアクリーナーを買いました。ほら、刺さる。ステーもおおむね一緒。ちょこっと調整すれば。ここもアウト。いけるね。希望が見えた。最初に外したボルトのところが、そういうところに。そう、ここがね。なるほどね。そう。だからもう、そうなるだろうって予想ついてたんで。固定しなきゃいけない。まあ、それそうでしょ。ブレちゃうからね。ブレてないっすよ。ただね、これちょっと微妙に位置が違うな。したら、ちょっと調整しよう。ハンマー。
ハンマーブラス。懐かしのハンマーブラス。一回外して、いや、曲がらんやろ。曲がったらどうする ?1 万円くれる？なんでそうなの？ほら、曲がってるもん。ほら。素晴らしい。ちゃうちゃう。ほら、入っちゃう。ダメならジョイントでつけちゃえば。つけちゃえよ。偉そう。何様だ。使うよりついた方がいいから。デカローね。なんだそれ。どこの言葉？日本の言葉。そっなんかご利用し多いね。か。マーブラックっていうのはオリジナリティ溢れる。最初は仮止め。本締めしちゃうとなんかがつかねえとか出てきちゃって、これで仮止めして、このなんかさ、手前の青いところ、結構ギュギュって押し込まんといけんですね。もう押し込んでる。押し込んでる。目いっぱい刺さってる。このビョンビョンのホースはいいの？このビョンビョンのホースはいいの？アクセルファイアもうないからね、押さえるところ。しゃあないじゃん。ビョンビョンでいいの？ビョンビョンしかないじゃん。それからここ通すか。上乗せた方がいいかも。バキってなっちゃうよ、気をつけて。こういうことはしないや。続きってエンジンベースがエンジンに関わる補給類だから、それに関してはエンジン同じだったらついちゃうんだよね。これでエンジンルームちょっとスッキリしたよね。あんま分かってないでしょ。分かるよ。私が今分かってるのは、ここにいっぱいドライバーが分かってるってことよ。彩り豊かでしょ。忘れんようにね。それは大丈夫。で大丈夫だよ。毎回聞くよ。あれがね、これがね。じじいだからな。おっさんでしょ。いや、おっさん、マーブラックおっさんって言ってたからね。おっさん言うな。俺が言うならまだしも人に言われるのは嫌いじゃん。これ何回目？急遽オイルレベルゲージのところが干渉しちゃうんですよ。なのでグラインダーで削りたいと思う。ここね、ここがゲージ刺すと干渉しちゃうんで、ここをね削り落として、アルミだからすぐ削れると。はい、じゃあちょっとグラインダーで削ります。ここの部分をちょっと削り落とします。これでいい加減どうだ。でこれで OK。干渉してないね。はい、それではようやくついたんで、エンジンかけてサウンド聞いてみたいっしょ。聞きたい。だよ。ということで、サウンド聞いてみましょう。レッツゴー。ただいま暖気中。でもこれエンジンスペースがね、コンパクトになった雰囲気はある。なんでここなのって感じだけど。厳密に言っちゃえば、エンジンの熱ここ吸っちゃうから、あんまりよろしくないんだけどね、こういう遮熱板とかあった方がいいかもしれないけどね。別に空気吸ってるところだから。止まると空気が。まあなんとなく吸ってんのかなぐらい。金属のパイプイングだから、バックタービオンなんかも反響するから、樹脂とかだと樹脂が柔らかいから、結構音吸収したりとかありがちなんだけど、金属だからそのまんま結構ダイレクトに出てくるんで、音も響きやすい。で、実際吸入効率も間違いなしに上がってるだろうから、ありだと思います。まあ本当はね、さっきみたいなでっかいやつの方が吸入面積が大きいから、いっぱい吸えるんだろうけど、これはこれでいいかなと私は思って、これにしました。正直これでも十分変わると思います。はい、じゃあちょっとアクセルを煽ってみたいと思います。いいでしょ。こうって言ってたよ。だからこれ前のよりが大きくなってるよね。吸気音が。だから結構やる気にさせてくれるんで。誰の？誰の？ドライバーの。車のやる気を出す。ドライバーのやる気を。ドライバーのモチベーションが。でもこれ吸入効率も上がってるから、全体的にトルクフルって言って、まあ空気が多く吸えてるから、その分燃焼もね、良くなってきたりとかもあるんで、これ全然あるじゃん。今回は、このエアクリーナーなんだけど、マーブラックのリミテッド、まだまだパワーアップします。次はいろいろあるんですよ。いろいろあって、知りたい。知りたい。今、マフラー作ってます。で、そのマフラーもあるし、
あと、プラグこれちょっともう、プラグもおそらく随分交換してないんじゃないかなっていうのも感じられるんで、ちょっとプラグなんかも交換したいなと思います。まあ、こんな感じでね。いいね、この音ね。ということで、これがね、今回の目玉商品でした。オイル漏れとかはチェックした？オイル漏れとかしばらく走行してからじゃないとわかんない。今すぐじゃない。はい。はい、ということで、これね、ここまで視聴者さん見てくれてる方にちょっとお話聞いてもらいたいんですけど、底辺 YouTuber ね、それなりに悩む。で、まあ、いろいろやってる時に、ちょうどね、他のチャンネルさんで、私と同じ登録者数ぐらい、私と同じ境遇の人、で、年齢は、私よりかちょっとお若い方なのかな。アシスタントの人は女性の人っていうのがあって、同じ状況のような登録者数の方の YouTuber の方がいらっしゃって、カーエルさんっていうところの YouTube チャンネルがあるんですけど、カーエルさんっていう人と、カエルンさんっていう人が、カエルンさん。カエルの被り物したカエルンさんと、あとはもう素顔そのままカエルさん。カエルさんで合ってるのかな名前ね。多分カエルさんだと思うんですけど、カエルさん見てるかい？手汚くてごめんね。で、その方に私ちょっと境遇似てたんで、DM 送ったんですよ。で、DM 送ったら反応をくれたんで、今もやり取りしてる最中で、楽しく DM をやり取りさせてもらってます。カエルさんは車屋さんをやってるらしくて、で、軽自動車取り扱ってるらしいんですね。なので、まあ、もし私の視聴者さんの中で、お店が兵庫県にあるんですね。なので、兵庫県近隣の方とか、ワゴン R 探したりとか、例えば私の取り扱ってるワゴン R 欲しいって言ったとしても、なかなか兵庫とかだと実際に見に来れないとか、関西圏の人とかだとね、なかなか見に行けないとかあるかもしれないんですけども、兵庫県なんで、マーブラックの動画から来ましたって言ったら、カエルさん、何か割引してくれると思いますよ。それいいの？大丈夫です。ダメだと思う。カエルさんだったらやってくれます。東京に帰ってくるやつじゃないの？カエルさんごめんなさい。なんかやってください。こっち軽すぎるの。でも、別に金額だけじゃなくて、付加価値っていうのもありますからね。カエルさんね、動画見てると、すごくね、情が熱い方なんだなと、スピリットを持ってる方なんだなっていうのをすごく感じますので、きっとね、マーブラックのチャンネルから、車を探しに来ましたって言ったら、カエルさんは何か付加価値を与えてくれますので、ぜひ、兵庫県近隣にお住まいの方は、カエルさんの車屋さんにね、行ってみてあげてください。あとは概要欄にカエルさんの紹介なんかも載せておきますので、ぜひご覧になっていただければと思います。なんかね、スーツと中古車屋を扱ってる、ちょっとね、異色な感じの車屋さんなんで、ちょっと本当だったらね、近くだったらもっと見に行ってみたいなとかあるんだけど、さすがにちょっと兵庫だからなかなか行けないんだけども、まあ、ぜひぜひ興味深い車屋さんなんで、YouTube とかインスタとかもやられてるんで、概要欄貼っておくんで、もしよろしければご覧いただければと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。カエルさん、カエルンさん、頑張ろうね。はい、ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録の方、ぜひとも、あとはね、通知なんかもしといてくれると、新しい、私ほら、不定期で動画上げちゃってるんで、通知なんかしといてもらうと、ベルボタンのところをオンにしてもらうと、私が動画投稿した時にお知らせが来ますので、もしよろしかったらそういうのをやっといていただけると、見逃しもないかなと思いますので、ぜひとも、今後ともよろしくお願いします。最後に、エンジンサウンドもう一回聞く？鳴らしたいんで聞いてく？しょうがないな、欲しがりなんだけど。これね、この音で。っていう感じで、また次回お会いしましょう。さよなら。